こんにちは、カフェとノートです。今日は何件かリクエストもいただいていましたので、見やすくて復習にもしっかり役立つ勉強ノートの取り方を紹介したいと思います。まずノートは読み返し復習に役立ててこそ本来のノートの役割を果たしてくれます。しかしノートを取るだけになってしまい、復習に使えていないことも多いのではないでしょうか。活用できるノートとは情報が整理されていて中身がわかりやすいことが必須です。今回紹介する方法では簡単にそのようなノートを書くことができるので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。早速書き方ですが、この方法ではノートを3分割にして書いていきます。まずノートの下から 4,5 センチあたりと左側から 4,5 センチあたりに線を引き、スペースを A、B、C と分けます。線が引けたらタイトル部分に学習の日付とタイトルを記入します。復習の時に見やすいようにタイトルは必ず記入してください。まず A と B のスペースは授業の板書を書き写したり学習内容を記入するメインのスペースです。B の部分にキーワードや重要な用語を記入し、A の部分に説明を記入します。この時、板書やテキストの内容をすべて書き写すのではなく、必要な箇所を要約して記入するように注意します。文字がぎっしり書いてあるノートは読み返しづらく、それだけでやる気が下がってしまいます。要点だけを記入することで、見返した時にもわかりやすくなり、見やすさとモチベーションが格段に上がります。また、文章の要約の練習にもなるのでおすすめです。ノート全体の注意点として、見やすいノートにするため、行間は多めに開けておきます。カラーペンを使用する場合は、あまりカラフルにせず、2、3色のみ使うことで全体がすっきりし、見やすいノートになります。続いて、B のスペースの活用について詳しく説明します。B のスペースが今回の書き方での一番のポイントとなり、記憶の定着に活用できます。ここにはキーワードや用語の他に補足や気づき、内容部分に対する疑問も記入します。補足を記入することで理解が深まるのはもちろん、スペースが区切ってあるので追記しても見やすい状態を保てます。また疑問を書き、A 部分に回答を書くことで頭の中が整理されて記憶が定着しやすくなります。もし疑問に思った部分がその場で解決しない場合は、A のスペースは空白にしておき、調べて追記できるようにしておきます。さらに復習した時に A の部分を隠し、B のキーワードを頼りに自分で暗記テストができます。他には B のスペースに英単語を書いて、A のスペースに日本語訳や解説、例文を記入して英単語帳としても使えます。単語の前にチェックボックスをつけておいて、覚えたらチェックをつけてください。続いては C のスペースの記入についてです。ここには授業後にノートごとのまとめを記入します。授業を受けただけではどんどん内容を忘れていってしまいますが、授業後にまとめを書くことで改めて理解が深まったり、記憶が定着しやすくなります。ポイントは後日見返した時にすぐに要点がわかるようにしてください。テストや試験の直前にノートすべてを読み返さずに重要な部分のみを振り返ることができます。C のスペースはこのように活用してみてください。以上が授業ノートの取り方でした。見出しの書き方などは別の動画で紹介しているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。勉強ノートも仕事のノートも読み返してこそ本来の役割を果たしてくれます。ぜひこちらの方法でノートを使いこなしてみてください。もし皆さんがこんなことで悩んでいるなどがありましたらコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしております。